このメガネをかけた謎めいた男は一体誰だろうか。彼こそが前衛的アーティストの巨匠、佐藤修である。彼はゲームクリエイターでもあり、グラフィックデザイナー、作曲家、そして写真家でもあり、様々な作品を発表しています。その強烈で一度見たら頭から離れない作風に夢中のカルトファンも数多くいるほど。この動画では佐藤さんのゲームの歴史にスポットを当てて、この偉大なクリエイターの作品を紹介していきます。トンノーは1994年に発売されたマッキントッシュ用のゲームソフト。プレイヤーである主人公リンは奪われた魂を取り戻すため、トンノーという緑色の顔をした島へ冒険に出ます。システムは当時流行したミストのようなクリック型アドベンチャーゲーム。トンノーは輪廻転生がテーマであり、このゲームにおいて死イコールゲームオーバーではないのが特徴的です。トンノー生物に転生した主人公リンは、それぞれの生に与えられた役割を果たした後、死ぬことで目的を成就し、魂を取り戻すというストーリーです。トンノーに住んでいる生物は個性が強い奴らばかり。トンノーのサイケデリックな世界観や東洋風の音楽は、海外版も発売されるほどの人気を得ていました。しかし、今手に入れることは困難でしょう。中典は1995年に発売されたトンノーの続編。今度の舞台は天井に火と星と月が集まった三角世界。トンノーで魂を取り戻したリンが中典の番人ナンシを救うためにバラバラになったナンシの顔を探すというお話です。トンノーと変わらずサイケデリックな世界観も健在で、中典の住人光もトンノー生物のような不気味で個性豊かな奴ら。残念なことに本来はトンノー、中典、そして幻の3部作目がリリースされる予定でしたが、企画は立ち消えになってしまいました。一体続編が出ていたらどんなゲームになっていたでしょうか。LSD は佐藤さんのゲームの中でも特に奇妙で知名度もある作品です。LSD ドリームエミュレーターは1998年に発売されたプレイステーション用のゲームソフト。目的もエンディングもないこのゲームでは、ただひたすら夢の中をさまよい歩き回ることができます。明月荘と呼ばれるアパートや謎多き京都、バイオレンスな夜の街、ディズニーもびっくりするほどのハッピーな街、その他数多くの魅力的で不気味な夢の世界を巡ることができます。ゲーム中に時々挿入されるビデオは、意味が理解できない夢特有のシュールレアリスムを再現しているでしょう。私のお気に入りはこれ。その人気は衰えることを知らず、本来は人気作しかリリースされないプレイステーションゲームアーカイブスにて問い合わせが多すぎて配信されてしまったり、ファンの同人誌やウェブコミックが制作されたり、ファンが制作した PC でプレイできるリメイク作品、LSD
リ・ワンプドがリリースされたりと、佐藤さん自身もサウンドトラックをリマスターして新たに発売するほどです。LST は20年経ってもなお熱狂的なカルトファンが絶えない作品です。東京惑星プラネトキオは1999年に発売された佐藤さんの作品の中でもコミカル色が特に強いアドベンチャーゲームです。地震によって陸地が壊滅し、空中の浮遊島に移行した近未来の東京、その名もプラネトキオが舞台。施設プラネトキオ防衛隊の一員である主人公イケン君と、プラネトキオの侵略をしようとする宇宙人の戦いを描いた一大スペクタクルです。ゲームは街中を歩き回って情報収集やアイテムを集めるアドベンチャーパートで進行し、戦闘パートではイケン君が集めたアイテムをナルナル1号と呼ばれる銃に換装して発射することができます。サイコパスな科学者ホーキン博士や看板娘のナオミちゃんなど個性豊かなキャラクターたちが織りなすシュールで見ていて笑える会話劇はまさにバカゲーそのもの。そんなプラネトキオは佐藤さんのゲーム作品の中でもひときわ輝いた存在になっています。佐藤さんがプロデューサーとサウンドディレクターとして参加した2000年に発売されたソフトリズムフェイスは当時流行していたパラッパラッパーのようなリズムアクションと佐藤さんのグラフィックデザインがコラボした作品です。ここで佐藤さんのグラフィックデザインの話をしましょう。佐藤さんのデザインは基本的に丸と三角と四角で構成されています。これらのキャラクターの作り方は彼の著書コンプデザイン形の発想法でも語られています。LST のマスコットキャラであるリネン君を分解してみるとほぼ丸だけでデザインされていることがわかりますね。リズムフェイスはそんな佐藤さんのデザインとプレステのコントローラーを使って顔を描くお絵描きゲームの新境地を開拓した作品でもあります。音楽に合わせて丸や三角や四角を動かし、キモ可愛いグラフィックキャラクターを作っていくリズムアクションゲームです。2000年以降佐藤氏はゲームを制作することはなく、デザインやフォトグラフを中心に活動していました。そして2017年に長らく休止状態であった音楽活動を再開し、3つのアルバムを発売しています。偉大なアーティスト、佐藤氏の今後の活動にも注目しましょう。